聖願宗光です。今日はネガティブな性格を直したいという30代女性タマさんからのご相談です。私はどちらかというとネガティブな性格です。気がつくといつも何かに悩んでいます。特に何も悩まずに楽しいことをしていたり、平和な日も確かにあるのですが、そういう時はこんなことをしていてもいいんだろうかと、なんだか落ち着かない気持ちになります。そして結局何かについて考えを巡らせてしまいます。でもいつも楽しそうな人とか悩みなんて全くなさそうでのんきな人も世の中には結構いるように見えるのですが、羨ましいなと思ってしまいます。私のネガティブな性格や悩みすぎる癖を直す方法がありましたら教えてほしいです。お便りをいただいてありがとうございます。喫茶喫飯という禅の言葉があります。お茶を飲むときはお茶を飲む、ご飯を食べるときはご飯を食べる、そういう言葉です。今日はこの禅の言葉を通じて悩みすぎる癖を直す方法についてお話しできたらと思います。悩みは妄想だと言います。悩んでいる時って大体のことというか全部ですね、過去のことあるいは未来のことを考えています。でその考えること自体は悪くないんですけども、過去のことを考えて心が落ち込んでしまうような方向に着地するとそれが悩みになる。で未来のことを考えることはいいんだけど、考えた末に心が傷ついたり落ち込んでしまうようなところで着地するとそれが悩みになるということですね。過去のことを悔やんだり未来を不安に思ったりするということ自体も悪くはないんですけど、着地が悪いところで終わってしまうというのが非常にまずいなということです。そもそも仏教の世界では過去は終わっていて未来はまだ来てませんよということを強調します。幻であると。でそこまで極端にですね、現代を生きる私たちがいつも妄想を捨てて今ここに生きるというのは非常に難しいので、それでもなおどうやって過去や未来にとらわれたり引っ張られて苦しまずに今を生きることができるかということを考えれば、ご相談の中にあったこんなことをしていいんだろうかとか、悩みすぎてしまったりとかネガティブな性格だと思ってしまう、その心が軽くなるんじゃないかなと思います。過去も未来もですね、実際に私たちが生きていく上ではあるもんだというふうに認識はしますし、そういう意味ではあるんですね。だけれども一瞬一瞬今ここには未来はなくて過去もないわけです。存在しないものですね。確かにそれはそうなんですけど、その今を生きるとか刹那をしっかりと感じながら過ごすということは確かに大切なんですけれども、実はですね、その過去や未来にとらわれずに一つ一つの場面で今にあるここにある瞬間瞬間を生きることができれば、そこに実は自分もないということが分かったりするんですね。ただ今ここにあるものは何かというと五感なんです。仏教では言に美絶心にと表現をしますけれど、目に見えるもの、耳に触れる音、鼻に触れる匂い、舌で感じる味、
体のあらゆる感覚、そして頭で思い描く考えとかですね、この全ては確かに存在するんですけど、それ以外の自分と呼べるような魂のようなものは実はないんだよということを仏教では説くわけなんです。で、別の表現でその仏教の無我を少し説明してみると、例えば自分というもの、私というものを説明してくださいという時に、大抵はですね、何年生まれの何歳でどこに住んでいて、親は誰で、住んでいるところはどこどこで、仕事は何でということになろうかと思うんですけれど、その一つ一つはあなたではないですね。親は他人ですし、仕事は職場だったり職場での誰かとの関係のことですし、住んでいる場所もあなたではないです。そういうものの集まりを仮に名前をつけてあなたである、私であるというふうに表現しているだけなんです。ちょっと難しい概念ではありますが、シンプルに言うとそういうことなんです。缶コーヒーから缶を除くと缶コーヒーではなくなりますね。コーヒーに変わります。缶コーヒーからコーヒーを抜くと空き缶に変わるわけです。ですから日常生活の中で自分とか自我とか私というものを持つのは当然の当たり前のことではありますけども、私がない瞬間の中に本当は真理があるというか、悩みのない境地があるとも言えるんですね。子供のことを想像してみてください。子供がね、テレビゲームに夢中になっている時、もう子供の心の中、頭の中にはボタンを押している感覚とか、ジャンプをするタイミングとか、パンチをかわすタイミングとか、ブロックを積むタイミングの快感とか、そういうものはありますけれども、1時間後の自分とかね、1時間前の食事とか、そういうことは頭に浮かんでないんですよ。ずっとそうじゃないかもしれないですけど、大概の時間そうやってゲームしていたりするし、その夢中になっている、無我夢中になっている時間が長ければ長いほど没頭してそのゲームを楽しめたということになると思うんですね。無我夢中、ここにも無我という表現がありますね。で、私たちの人生もゲームのように捉えてみてはいかがでしょうか。そうするとゲームに無我夢中になって楽しんで生きていくことができれば最高の人生ではないでしょうかね。みんなそれぞれ自分のゲームをやっている、あるいは自分のゲームの中で生きているとすれば、ずっと思い悩んだりネガティブになってあれこれ考えたりしながら立ち止まったりね、苦しんでいるのも本意ではないでしょうけど、どういう状態かというと、隣の人がやってるゲームを眺めながら、ああいいなとか楽しそうだなと思いながら、自分のゲームはほったらかして流れるがままに置いておくようなものではないでしょうかね。もしくはどうすればいいのかなとか、一体どうなっていくのかなとか、こういう時はどうすればいいんだろう、あの時こうすればよかったなって考え続けることは、目の前にあるコントローラーがあるのにそのゲームに向き合わずに、なんか説明書というんですかね、攻略本とか攻略サイトとかね、そういうのをずっと読み込みながらあれやこれやと
考え続けてる。私たちは限界のある人生を歩んでますね。いつか必ず死を迎えるわけですから、ずっと説明書を読んで終わるゲーム人生よりは、下手くそでもいいから我を忘れてゲームをやってみることの繰り返しが一番早く上手にゲームの先の面に進めたりとか、楽しさを実際に感じられる生き方ではないんでしょうか。先ほど無我ということをお伝えしましたけれども、私たちは自分というものを意識すればするほど、実は他人のことも気にしてしまうんですよ。自分というものを捉えた時に、自分以外の人も同時に捉えることになるんです。だから他人を意識してしまうんですね。自分は他人と比べてどうだろうかとか、自分は他人にどのように思われているんだろうかと。だから自分を意識しすぎるということはやっぱり良くないんじゃないでしょうかね。私はそう思います。喫茶喫飯、お茶を飲む時はお茶を飲んで、ご飯を食べる時はご飯を食べる、その生き方ができればいいなと思います。さて、お守りです。今日は、実況中継してみるということをお勧めします。何気ない行動一つ一つをですね、頭の中でラベルをつけながら、まるでテレビ番組なんかでナレーションが入るような真似事でですね、自分のことを実況中継していくんです。例えば私がこうして手を挙げて、ここに相談文がありますけれど、相談文を触りましたと。でこれをもう一度やってみると、上げる上げる上げる、置く、戻す戻すと。で歩く時も歩く歩くと。で皿を洗う時は磨く磨くとかね、そういうふうに一つ一つ実況中継してみると。これは私が慣れ親しんでいる禅の修行ではなくて、もっと原始的な仏教ですねの瞑想の一つとして広く知られている方法です。自分の行動だったり、感覚を実況中継することで、その一つ一つを意識できたり察知できるんですね。そういうことを繰り返すと、目の前今ここに何があるか何はないのかということがなんとなく感じられるようになっていきます。でもっともっと深くですね、長くこういうことができるようになって、正しく実況できれば真理を見つけて悟ることもできるというふうにも言われるような訓練ですから、もう騙されたと思ってですね、やってみてください。本当にやってみると、自分の心の変化とか頭の中の思考でさえも実況中継できるようになります。そうすると結構飲み込まれにくいのでおすすめです。そして2つ目、これはまさしくゲームのような取り組みなんですけども、ちょうど何かを考えていたり嫌なことを感じてしまって、それを忘れたりしたい時、まずは何か時間を計れるようなものを用意してください。タイムストッパーっていうんでしょうか、タイマーですね。タイマーか腕時計かスマートフォンでもいいと思います。ちょうど30秒測ってみるというゲームです。でちょっとね、難しい方が没頭しやすいので、まずは目を閉じます。そして
息を止めます。でタイマーを押す。でちょうど30秒を狙ってストップと指で操作して止めます。で目を開けて確認する。それをぴったり30秒当てるまでやってみる。苦しい時ですね。でいつまで経っても止められない可能性もありますから、それはそれで自分ルールを作っていただいて、例えば10分以上はやらないとか、3回やってダメならまた1時間後にやるとかですね。でこれは実際にやってみてくださいということをお伝えして、実践してみた方からのお声をいただいて、すごく良かったですよということがありましたので、きっと役に立つと思います。本当に苦しい時とか悩みが絶えない時にぜひやってみてください。どうか喫茶キッパンですね。まずは、お茶を飲んでみてください。飲む時にただお茶を飲む、実況中継をするんです。注ぐ注ぐ、コップを持つ持つ、寄せる寄せる寄せる。そんな風に少しずつでも過去とか未来から今ここに自分が自分の思考を連れ戻してくる訓練を頑張ってみてください。タマさん、そして動画を最後まで見てくださった皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。お気づきやご感想があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。お悩み相談がある方は概要欄にご相談窓口のリンクもございますので、お便りくださいましたら幸いです。ありがとうございます。